best. The best. ご飯少々。ありがとうございました。これスープに入れるだし。これ焼いてスープにね入れるんですよ。これは何の紐ですか？これね、今焼くチャーシューをね、今焼くと焼けたら今度丸にするんでね、この紐で。すみません、お邪魔します。すみません、まだお願いします。はい、すみません、お邪魔しました。すみません。卵の業者さんってことなんですか？はい、生卵と加工品と扱っておりまして。何年ぐらいのお付き合いなんですか、そうすると。多分10年ぐらいにはなるんじゃないかなと思います。あ、そうなんですね。はい。ありがとうございます。はい、すみません。
これはまあ今日後でこう揚げるスープですね。はい。何キロぐらい1日ですか？パックで4切るんですけど、1パック4キロですか？ 4キロ、5キロ、4パック全部出ても、はい20キロぐらいですかね。おはようございます。よろしくお願いします。
大体お米ってどれぐらい炊かれるんですか？これが24度、1回朝一。 24度。ここからずっと炊き続けます。すごいですね。結構多いですね。いつもこの暑さの中やってるんですか？もう毎日のことです。今年は特に暑いからね。これはみりん。みりん。はい。こ
いいね。はい、こちらこそお世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにこれは何の肉なんですか？豚足ですね。豚足ですか？はい。チャーシューを漬け込みます。これは別にスープに入れないんですよ。チャーシューの仕込んで、この中に入れて、チャーシューを煮込んで、今日夜まで煮込んで、はい。これは塩をつける用の醤油です。これでスープの準備は完了って感じですか？そうですね。まあとりあえず朝の仕込みは完了って感じで。はい終わりです。はい、飲みます。いただきます。そうじゃないな。親の5万円。あ、じゃない。いや、じゃないや。これでもう全部になれば終わりです。どうも、さよならました。もともとはもともと何されてた仕事は公務員です。どうしてまた手伝うきっかけというかあったんですか？いや、もう定年になってね、息子がするや言うけんね、もういやどうですか息子さん。一生懸命にしようで、手伝わなんだろうね。我々の手伝うだけなんだろう、しょうがないでね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。本当にお世話になりました。いやいや、どうも。ありがとうございます。
お母様も一緒にもう開店当初から。そう。こうやってまかない昼と夜とも持ってきようんですよ。朝5時に起きてこしゃえて。あだけ今日は4人か。なあ、もう大変よ。ご苦労さん。ごちそうさまでした。お母様の肉じゃがのお味はいかがでしたか？もう大変美味しゅうございます。美味しかったですか？すことはこのないことで。はい、かけますね。はい。お待たせしました。味噌の台です。はい、はい。味噌の台の方、よかったらこちら四川山椒です。お好みでどうぞ。肉入りかな卵です。これが7番さんのニュースです。チャーシューが5。
めっちゃ思う。お待たせしました。カツオのシャの方。はい。こんな時にカツオと煮干しのラーメンを作って交互に今日はカツオで次は煮干しっていうこれですちょっと食べたんですけどねはいやっぱスープが美味しいですね。チャーシューも美味しいなチャーシューです、最高ですいらっしゃいませ。ありがとうございますお味はもういつもと変わらずそうですね。美味しかった。変わらず。はい。美味しかったです最高です辛すぎず、ちょうどこうマイルドな感じが僕は大好きなんですけど。よろしくお願いします、はい、はい。どうもチャーシュー入れたらもう夜までもう、放置ですね。あとはこいつが全部やってくれるんで賢いんで。今のは何入れられたんですか？背脂です。背脂豚の、はい。
と椎茸ですね。最初に奥さんと付き合って、ほんで子供生まれてからは子供と一緒に暮らして高校の時ですので、もう35年ぐらい前ですね。35年ぐらい2号店っていうか移ってきたよね。前もうちょっと向こう側にありまして、でこっち移ったよな。前の店も知っとる？知らん？覚えてない？よいしょ。はい、すみません、お待たせしました。はい。中華そば小の粉チーズ。はい。こちらご飯いただいて。これはどれからお持ちしましょうか。一つ。これです。はい。これは何頼まれたんですか？私は小のニンニクトッピング。小のニンニクトッピング。小の粉チーズトッピングです。小の粉チーズですね。ではいただきます。いただきます。これはもういつものトッピングなんですか？初めてです。初めてですか？いかがですか、お味は？美味しいです。美味しかったですか？あ、すみません。両方生卵で1個はコーンやね。いるかな。おお、こんね。牛肉チャーシュー入りのの小ですね。小でに生卵と生卵トッピングでプラスでコーンとそれにコーンがプラスされたんです。タレの違いって何かあるんですか？これ醤油だれで、はいこっちが塩だれです。塩だれ。はい。いい。お願いします。
今日はもうお味はうまかったです。美味しかったです。もう最高です。最高や最高ですね。暑いけど最高やね。高校の頃の高校ですね、は同級生。い。同級生になります。はい。優しいね。よっちゃんって言うたら、よっちゃんって言うんですよ。あだ名は。ね、よっちゃんよっちゃん言うて。いや、でもモテてましたね。かなりモテてましたね。ずっとモテてました。綺麗な店にもなったんで、これからもずっと頑張ってほしいと思いますので。はい、また来ます。はい。また来ます。ありがとうございます。あ、そうやね。子供が好きやけんも。これは何を食べてるんですか今は？ラーメン。ラーメン。ラーメンが大好き。ラーメンが大好き。あげたらすいません。言うか。今日はどういうタイミングで？もうご飯作るのがめんどくさいけん、外食しようって誰がお店に来たいっていうふうに？兄ちゃんが兄ちゃんが。来たいここに今日は。でまあ下の子が合わせてくれていいよって行こうって言ってて。すごいお兄ちゃんいっぱい食べてますね。美味しいものはね。お兄ちゃんが今日はこちらのお店来たいってもうお父さんに言ったの？ここは美味しいけん。美味しい。ラーメン好きやもんな。もう大好き。ありがとうございました。ありがとうございました。肉生姜1個生卵。はい。どこですか？さっきいいですか？はい。
いいですねこれ。これは肉の大ですね。めっちゃうまいです。皆さんよくお店には。いや、初めて来ました。高知から来たんで。ほら高知なんで。あ、高知から来られたんですか。はい。どうしてまたこちらのお店を。携帯で調べて美味しそうなのがあったんでちょっと来てみました。はい。いかがですかこのお料理の印象というか。ああ、大きいですよね。ボリューミーな。美味しいですね。高知県ではこんなラーメンはあまりないですね。はい。すごいね。はい、バラ肉チャーシュー第2弾をトッピングで。はい、お召しください。出たお出汁は昆布だしです。和だしですね。あちらのお席どうぞ。お待たせしました。豚飯の台です。これは何ですか？香味油って言いますよ。香味油。はい。20種類近くの材料が、入ってます。すごいです。
まあ何をこれはナッツですね。作られたやつをごまです。ごまです。お願いします。はい、失礼します。はい。T シャツのデザインは誰がされてるんですか？徳島在住のデザインされている方にお願いして、はい、何かコンセプトとかあるんですか？コンセプトはそうですね、車とサーフィンとラーメン、この3つが入ったらいいなというので、はい、作っていただきました。天使様にとって中華そばの田村とは、幸せな場所、ありがたい場所ですね。人生かけている場所でもあって、一日で一番長くいるところでもあるので、お客様とスタッフがいて、21年続けさせていただいたので、やっぱりありがたい場所ですね。どれぐらい煮込むんですか、チャーシュー自体？チャーシュー自体はだいたい全部で4時間から5時間ぐらいはかかりますね、工程で言えば。だいたいもう売り切れにならないようにたくさんの量を仕込んでるんで、週末明けはまたゼロになることが多いんで、チャーシュー入りがすごいですね、やっぱりよく出るんで、結構美味しいってお客さんからも評判よくて。
醤油が足んないんで追い醤油を入れていきます。いつも3升ボンゴ炊いてますね。チャーシュー丼とチャーハンがすごいんで、で溶いた米は水に浸してちょっとの間置いておきます。マニアックな話題まで休日を切る。おはようございます。赤いのは全部内臓になってる。でもう少ししたらこっちのスープの方にも湯をまた足し直さないといけないんで、割と時間勝負バタバタ時間との勝負なんで。
ます。今東京宝塚劇場で木村さんが上演してるんですけど、韓国の100% オリジナルで「ベルサイユのばら」がミュージカルで上演されているので見てきました。でもその見るよりはその意味がありました。まで存在していなかった新しい技術優れた施策や消費者に説明して理解してもらうのは大変なその実を生かすことで製品の品質や性能を有益な必要だと思いますね。ですから新しい技術を優れたそのルール作り企業における標準化活動の優先順位、また標準化の重要性を理解していても、経験や人材不足による十分な取り組みができていない企業もあります。せっかくのビジネスチャンスを生かせていない場合があるっていうことですよね。日本企画協会は標準化に加えて、知的財産の毎日大体200ぐらいはチャーハンの仕込みをしてます。この機会に精神のご意見やご要望があったら、その声をお聞かせください。言語に入れられた紙の大きな頑張ってください。でまたカメラがだんだん前向きになって主演たちと並んでる。
この今チャーシューをタッパーに移してる作業なんですけど、これが結構大事で、もうこれ移したらそのまま冷やす。で冷えたら冷えた形でつまえないといけないんで、これを切る時にあんまり変な形に並べてしまうとチャーシューがきれい状態で切れない。タッパーに移す作業っていうのはもうかなり重要になってきます。今から試食をしていきます。もうめちゃくちゃうまいです。最高やね。もうずっと確認は怠らないようにして、やっぱり常に食べに来てくださったお客さんには最高の一杯を出せるように気をつけてますね。やっぱり。この豚足の、だしとうまみとを出していくような感じ。このそぐ切りが終わったら100回ずつ全部ついていきます。で混ぜます。
ございます。おはようございます。お待たせしました。いらっしゃいませ。小3と第4で取って、お願いします。お願いします。第2。はい。はい。お願いします。いらっしゃいませ。次単品大とセットに行こうか。ありがとうございました。ありがとうございます。お名前かけましたら、食券どうぞ。
味はどうですか？お墨付きもろともで楽しみにしてきたんですけど、大変美味しいです。スープもバッチリですし、チャーハンも今からです。お待たせしましたお待たせしましたもやしかけてくれる？はい、小2です。タコはございますが、口になら飲んでわっしょいわっしょい。いやー、みんなやるね飲んでわっしょいわっしょいわっしょい。ありがとうございます。ありがとうございます。入りますよありがとうございました行こうチャーシュー大とチャーシュー小2です。ありがとうございます。チャーシュー丼できたら海苔まで。生卵に。お、セットに。はい。どうもそばでいいか。セットに。はーい。失礼します。セットのチャーハンです。失礼します。失礼します。いただきます。セットのチャーハンにするっていうので少々お待ちください。
のかな。うまっていう意味。うわ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 なんで、まあ、全く同じものが全部できてればいいんですけど、やっぱり火の火力の違いだったり、その柄やげんこつの鮮度も、まあ、全部同じかって言われたら多分違うし、なんで、まあ、手間は手間なんですけど、まあ、こせたらもうそれぞれタッパーに分けて丁寧に一つ一つ作業はやっぱりしていかないと手は抜けないんで、一杯にかけてる思いは違うんで。チャーシュー丼第1ご来店されたお客様には、まあ、もちろん美味しいラーメンを提供して食べていただくことも一つなんですけど、まあ、接客等に力をかなり入れてて、まあ、おもてなしの精神じゃないですけど、美味しいものを食べて気持ちよく帰ってもらうためにはやっぱり接客をきちんとすることはやっぱり欠かせないなと思うんで、そこに結構力入れるようにしてます。いらっしゃいませ。4位行こうか。いらっしゃいませ。かけてくれる。
そのお弟子さんたちに思うことや伝えたいメッセージなどありますか？まあ一番は、やっぱり仕込みが大変なんで、同じ仕込みするんならなるべく数を多く売って、儲けてもらっていい生活してもらいたいなと、なるべく美味しい味をみんなに提供してほしいなとは思ってます。ただもうプロ野球の阪神ファンっていうのと、あと寅年やから寅で猪子です。猪子のラーメンが一番美味しいと思ってるんで、いずれはもう全国展開していろんな方の下で猪子を出すことができればいいなと思ってます。僕にとっての猪子は僕の全て、私の親父からなんで私で2代目なんですけど、ここに注いできた時間と力量っていうのは結構なもんだと思うんで、もう猪子は私の全てと言っても過言ではないぐらいやっぱり特別な思い出がありますね。他とはやっぱり違うと思います。また待っとるけんな。子供の頃から親も好きで結構屋台とかね連れて行ってもらってたんですよ。それもあってもうずっと学生時分から自分で食べに行ったりはしてたんで大好きやったんですけど、20代ぐらいの時に始めたいなと思っとったんですけど、やり方が分からなくてそのままずるずるっと会社員にしてたんで、その時にもう猪子さんに声かけていただいたんで。
バイクメーカーさんに特注で、これ一応中華の包丁なんですけど、それにこうハンドルの部品とか台座も向こうで取り繕うてもうて、で最初手で切ってたんですよ。そしたらだんだんしびれてきて、日常でももうちょっと触っただけで痛ってなりよったんですよ。だけどこれまずいって思って作ってもうたんですよ。これが15年ぐらい前ですかね。ほんで手も治って、これからずっと続けてます。ありがたいです。右腕です。小松島の猪子山の方で修行をさせてもらってまして、猪子さんと名前どうするっていう話になりまして、猪子さんの名前の何かを取りたい話になったんです。でなかなかこう出てこなかったんですけど、師匠がイノシシの子供だったら売り坊やっていうことを冗談げに言ったんですけど、いや僕がハマったんよね。これで「あいいじゃないですか」って言って「イノシシの子供でほら売り坊でやります」って言って「マジか」みたいな感じで言われたんですけど、それで決まってる感じですね。はい。師匠がじゃあ一言からそう、師匠の一言から。別の候補も上がってたんですけど、もう売り坊が僕一番響いたんで、はい。4時に1回終わるんですけど、営業がその前に逆算して4時前に上がるような時間帯で一応火入れるようにしてます。はい、すみません、いらん説明で申し訳ない。
効率がいいんです。先に選んでて2枚ずつ並べてると作った時にパッパッて置けるんで、その方が効率がいいし、あったかいものが出せるんで、とにかくもう熱いのを提供しようっていう、はい、コンセプトといいますか目標ですね。なるべく早く熱く出そうという、やっぱ熱い方が美味しく感じるんですかね、やっぱり。ギリギリまで攻めて、もうやわやわになる感じで時間延ばしてやってます。ありがとうございます。ありがとうございました。冷蔵庫で冷やすと硬くなるんで切りやすくなるんです、はい、置き方も早を冷やさんとこうとろーっとこう形が崩れてきちゃったりするので、形をちゃんと整えた状態で固まるようにしたいんで、とにかく早を冷やすように心がけています。まだお願いします。すみません、失礼します。よくしていただいて、ご主人もその人柄に救われてます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。これでいいですか。はい。ご足労。いえ。はい、どうも。はい、お疲れ様です。あらしゃ。
16年前に飲食店のお箸とか楊枝とか洗剤とかを卸す会社に勤めとったんです。その時に猪子さんの営業を飛び込みで行かせてもらって、猪子さんが快く話を聞いてくれて、何回か通ううちに買ってくれるようになったんですよ。これで何回か納品していくうちに「お前は入れ入れ」みたいな感じで言っていただいて、仲良くしゃべるうちに「お前給料安いんだろ」みたいな感じで言われて「はい」みたいな感じで言おったら「お前せえへんか?」って言うて「みたいな感じでびっくりするような感じで「いやいやマジでいいよぞ」って言われて「いいんですか?」って言ったら「マジや?」って言われて「不明やったらします」って言って簡単に答えたんですけど、でこれから1年ぐらいちょっとお金の工面とかねあってなかなか修行に入れなかったんですけど、工面ができて1年後から修行をさせていただいて、で中で仕事をさせてもらってるうちにやっぱり猪子さんの本当に中華そばにかける思い、もう命かけてるような感じだったんで、もうそこに惹かれまして、この人が素晴らしい人だと感動しまして、それから半年ぐらい修行させてもらって店したんですけども、覚えが悪くてミスって店休んだりとかしよったんですよ。そこでも親身に相談に乗っていただいて教えてもらいながらなんとか今までここまで来たんで、もう感謝というか、もうこれで言い表せないぐらいもう大感謝です。もうほんまに顔見れないぐらいほんまに足向けて寝られない、本当に大感謝です。はい。息子さんがラーメン屋さんをするってサラリーマンしてて、それ聞いた時とかってどう思いました？いや、もう僕には相談なしでそのまま。じゃあ何も事前には知らされずやりますみたいな感じだったんですか？そうですね、弟子に何ヶ月か行って商売するということを分かってましたけどね。そうなんですね。もうお父様はもうオープン当初からお手伝いされてるんですか？僕は違うところに仕事に行きよって、もともとはお寿司屋さん。そうなんですね。それで怪我とかあんなんでね。大変やったんですね。それで借り出されて今に至ったんですよ。そうなんです。飲食にずっと携わってきたんですけど、兄はずっと営業とかサラリーマンだけだったので、急にラーメン屋するって聞いてびっくりしました。ずっと手伝われてるんですか？違うんです。たまにお手伝いとかには来たりしよったんですけど、5月までは他の全然違う業種で働いてまして。じゃあもう本当最近お手伝いにがっつりそれからもずっと兄に雇っていただいております。はい。もうね、家族みんながお世話になってもう感謝しかないです。はい。毎回味の確認はされるんですか？そうです。醤油の微調整がね、やっぱり左右するんですよ。醤油の量とのバランス見てやってます。はい。
さんがラーメン屋さんをされるって聞いた時とかって初めどう思いました？もうやれるかなと思って、私は飲食の方行ってましたからね、もうね、こういうふうな料理の方の何もしたことないんです。だからいけるかなと思って心配はしてましたけどね。15年間頑張って、息子さんやられてますけど、なんかよう頑張ったなと思いそうなんですね。でよくいろいろとね助けてくれるんでね、もうご両親とかが幸せやったら自分も嬉しいから言って、そう言ったので、ようしてくれるんです。そうなんですね。もう自慢の息子です。お味はどうですか？めっちゃ美味しいです。もういつも決まってるんですか、このセットみたいな感じで？そうですね、もう丼がめっちゃ好きなんで、は美味しそうですもんね、チャーシューもいっぱい入ってて。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。
ご飯小です。はい。いらっしゃいませ。小セット2です。お車1台です。50円のありがとうございました。お待たせしました。小セットマヨネーズのお茶と。はい、はい、どうぞ。小セットわさびマヨネーズ。はい、はい。はい。よく来られるんですか、お店には。月1回ぐらい。あ、そうなんですね。いつも大体頼まれるものは決まってるんですか、メニューは。ラーメン大とニンニク。ニンニクをトッピングってことで。あ、そうなんですね。これに最近ハマっとっていう。このお店の魅力って何ですか。スープかな。やっぱスープ、味が、味が好きやけど。そうなんですね。子供さんもね、パクパク美味しそうに食べて。美味しいな。美味しいもしてくれて。美味しい。台上がりました。よく来られるんですか、お店に。あ、もう最近通いだして、はい、店主さんがすごく感じが良かったりとか、スタッフの方がすごくいい感じですので、お店も綺麗だし、ラーメンも美味しいので、時々こう通りがかりで通い出しました。通い出されてからメニューとかも大体決まってるんですか、これっていうのは。そうですね、味がしっかりしてるんで、もやしをつけて食べるのがすごい。もやしトッピングをするって。もやしトッピング、はい、そうなんですね。ありがとうございます。はい。上がりました。はい。いらっしゃいませ。
は何を頼まれましたか？中華そば小とご飯。はいです。はい。ここは中華そばの大です。大って結構ボリュームありますね。そうやね、多いね。結構お腹いっぱいになる。いらっしゃいませ。上位ミニ小。お客様です。ありがとうございます。お預かりいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございま今日これを食べに京都から来ました。あ、京都から来られたんですか？久々に食べたいなと思って徳島に来ました。そうなんですね。どうですか、久々の味は？たまらずうまいですね。初めてですね。うん、初めてです。美味しいです。初めてなんですね。じゃあ皆さん徳島の方ではないってことですか？京都、徳島です。あ、なるほど。このわさマヨチャーシュー、わさびがいい。やっぱわさびはいるんですね。わさび最高やね。うまいですね。ご飯が進むよ。小セットダブルの1番ですね。はい。で終わり。どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。中2小3ミニ1です。中2小3ミニ1。セットが4つ。はい。ようこさんいけますか？はい。わさびここ。はい。わさび。お待たせしました。チャーシュー小生卵です。はい。はい。チャーシュー小生卵。電気お願い。はいどうも。はい。わさびはい、ミニセットのごゆっくりどうぞ。はいどうぞ。はい。You have to say good ね。うまい。
うまい。美味しいですか？ The best. The best. The best. 食べたい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。オープン当時からずっと来てます。とにかく美味しい。美味しい。チャーシュー丼も美味しいです。単品でいろいろ入れたり、トッピングで。何がおすすめですか、トッピングでは。私は全盛り。あれ生卵とかね。スイスから。今度はね。楽しみですね。幸せ。生卵です。ごゆっくりどうぞ。チャーシュー丼の大です。はい、どうぞ。進んできますが、さあ中国四国じゃあ土曜日の夕方から夜さあ降るのか。はい、当たり前の幸せを
気づかせてくれる場所プラス家族も自分も幸せになれる場所ですね。はい、はい、ありがとうございました。また来てよ。